クリズモ。大規模改修を繰り返し盤石な防衛体制を築きこの世界の生活にもだいぶ慣れた私レイム。しかし新たに着工した荒井関所は設計ミスで敵が迂回してしまう問題が発生。失敗してしまったものは仕方がない。もう一度作り直して強固な迎撃拠点を作り上げるぞー。てなわけで攻められる予定がなかった、こっちの壁に肝虫が来てしまいました。なんとなく余ってた資材で作ったトゲトゲもこっそり活躍してた模様。石材ブロック先輩、荒井関所立て直すから預かってー。おいちゃんに任せときや。あったーす。在庫が空になったところでがっつり荒井関所買いたい。一回しか使ってなくてもったいないが致し方なし。前回の失敗を踏まえて、迂回されても大丈夫な位置に関所を少し下げる感じで作り直しましょ。後ろの大穴が建設しにくくて避けてたけど、壊されなきゃ砦をそこに建てるのもありっちゃありだな。で一直線の壁を作ってて気づく、これじゃ横から攻撃できないから足元がノーガードだと。おい、真ん中部分をくり抜く感じにしましょ。これなら射程もいい感じ。石ぎっしりの超重厚な壁ができた。続いて旧荒井関所部分も解体して形を整えます。新しい防衛施設に生まれ変わるのだ。コメントで教えてもらったんだけどやっぱり壁が薄いとそこを攻めてくるらしいので、敵を誘導したい中央を厚み4枚、攻められたくない右側を足場込みで9枚にしてみました。情報提供感謝だぜ。左側の壁も、ぎっちり石をねじ込み。とにかく石をぎっちぎちにしときゃ馬は攻撃してこないぜの精神。その後火力アップの設備なども配備し車角もチェック。そして無駄に窓とかせり出した屋根みたいなものをつけた匠こだわりの施設が完成。と思いけ？いやーダメだ、左の足場が最高の高度になってない、気に入らないからやり直しだー。撤去今すぐ撤去し爆ぞほーい。無駄に凝った作りだったけど使われず買いたい。左右の壁で高さが違うのが気になるんだけど安全性重視、見た目なんざーにの次よ。白麗建設は性能重視、住む人に優しい工務店です。車角の確認も OK。設計思想は壁の薄い中央に入り込む肝虫どもを、左右からぐわっと攻撃して葬り去るでございます。中央の壁の厚みは4枚で、奥の足場は下が空洞、匠の技が光ります。へへ、職人ってのは見えないところにこだわるもんよ。こんな感じになりそうろー。これで次の波はきっと圧勝だぜ。新荒井関所、これにて完成。もうすぐ夜が来ます。今夜の波は薄い関所と完成したばかりの荒井関所。敵勢力が二分しかされてないから、かなりの馬が押し寄せてきそうだぜ。荒井関所の進行ルートは設計思想通り、中央を目指してる模様。実戦が楽しみだぜ。念のため攻めて欲しくない右側の壁のところはトゲトゲしとこっと。保険？さあ肝虫どもがやってきたぞ。うて新荒井関所の防衛力を見せてやるのだー。早速馬どもが突っ込んできたぜー。ってあれ？中央進路になってねー？中央の壁まで突っ込むと思ったのに左の真ん中攻撃してる。明らかに左の方が分厚いのに。壁の厚み以外にも塀までの距離とかで反応してるのかもしれんな。そして地面はこの地獄絵図。2箇所に戦力分散しててこの数よ。見渡す限り肝虫。やったね今夜は肝肉食べ放題だね。この町の住民みんな肥満になっちゃうよ。予定外の場所を攻撃されているが問題ない。やることは変わらん。矢を打ち続けろー。これむしろ中央に馬が集まることで詰まってる感あるし、防衛としては優秀かもしれんな。でも一方の攻められてる薄い関所は、特に変更点とかなく楽勝ムード。安定の早送り案件。再度荒い関所に戻ってくると少し壁壊されたもののほぼ殲滅完了。足元まで迫ってて労働災害一歩手前だが、被害はかなり少ないぜ。第52の波、あったどー。荒い関所の大改修工事、おおむね成功だぜ。壊された薄い関所を高速修理。ただの早送り再生じゃねえか。こっちの方が荒い関所より破損が多いね。まあ足元まで壊されて命の危険はあったし、そこだけ改修工事追加でやった方がいいな。トリマ荒い関所工事、大成功。そして大失敗、録画ミスった。おい。んなわけでミスった間の主な変更点をご紹介。お分かりいただけただろうか。胸壁二重になりました。箱根関所の迂回路を埋めてる部分、弱そうだったので延長工事しました。なお、ここに敵は攻めてこない。端っこ一つ壊せば通れる状態だったので、攻められたらちょっと嫌な感じだったよ。さいですか。あと石材余ってたので薄い関所の足場を超分厚くした。
これだけやればもう画面外から迂回されないぜ。壁と一体になるように階段も作り直してちょびっと強化もついでにしました。一番頑張ったのが月指取りで、遊撃兵用の窓付き、デジ色？白ではねえと思うぞ。これなんて言えばいいんだろ。射程も問題なさそうだし遊撃兵の連射攻撃が楽しみだぜ。各種ブーストは全てかかっている、この世界最強の火力を沼どもに叩き込んでやれー。で6がミスに気づく直前に着手したタワマンの外装工事。石材も在庫増えてきたし完成させられるかな？あ、そうだ中途半端に強化したトゲトゲを仕上げなきゃ。これ後からまとめてアップグレもできたのな。でお時間は夕方で、今夜の襲撃は荒井と薄い関所と月指取りで、箱根関所は今夜はお休み。さあ荒井関所の面々よ、リベンジマッチだ、改良されたこの拠点で完全勝利を目指すのだ。さて強化された左の壁は攻撃されるか？よし設計通りに中央に誘い込むことに成功した、頭上から矢の雨を降らせてやれー。兵たちを一歩後ろに配置換えしただけで、見事馬の進路の変更に成功。薄い関所は今日も楽勝モード。安定の早送り案件。月指取りでの遊撃兵はかなり激戦だったようで、窓の前には肝虫たちのムクロが山積み。窓や周りの壁の耐久がちょっとだけど削られてるぜ。壊れて事故ったら労災を出すよ。肝肉払い。うわー、こっち来るなー。超必死の遊撃兵、怒涛の超高速クロスボウ。窓に近づく馬も的確に潰してる。この配置かなり良さそうだな。窓の上にはせり出すようにバリスタ兵も乗ってるから、直線貫通攻撃で一気に蹴散らせてるみたい。頑張れバリスタ兵、遊撃兵の命はお前らの手腕にかかっているぞ。そして様子を見に来たら荒井関所はもう終わってた。中央の壁が5列ほど壊されただけ、こりゃほぼ完璧な成果だ。薄いも勝利。ここはもう完成と言って良さそうだ。さあ月指取りで、殲滅速度遅いぞ、ラストスパート。沼ハマるゾーンで進行速度が落ちるから、ここは強いけど殲滅速度は速くないよな。よし殲滅完了、第53の波、あったどー。すべてがうまく機能してほぼ完璧という仕上がりだぜ。よくやった遊撃兵たちよ、目の前の肝肉はお前たちで食べていいぞ。うえー、ボーナスだー。この街の最強火力、高待遇だぜ。荒井関所の面々もお疲れ様、新体制での勝利見事であったぞ。これで現状の進行されてる4カ所すべての防衛施設がほぼ完成したぜ。もう波に怯える日々は終わった。我らは繁栄を手に入れたぞー。カタクリズモ、第1部、完。いやまだもうちっとだけ続くんじゃ。そういやタワマン建設途中だったな。てなわけでタワマン横の給水関所隣の壁の階段が、うざかったので改修工事。ついでで無駄に階段式胸壁にパワーアップ。タワマンの外装なんてコピペで楽々とか思ってたんだけど凝り出すとコピペできないし超大変。無計画設計士のレイムさんはその場のノリで建設してます。一面完成したからやっぱりコピペじゃあ。結局コピペしてんじゃねえか。建材が足りん。つか横幅も足りてねえよ。石材ブロック先輩、そこにいられるとタワマンがちっちゃく見えるんでどいてください。資材確保のついでに解体だ。それでは改めまして、ドルルルルルルルー。めきめき壁が生えてきとる。てか足りない右の部分は結局どうすんだ？そりゃもう手動で頑張りましたよ。わ広い平らな地盤で建設始めないと、穴を埋めるのに使った石材もコピーしちゃうからコピペできんのよ。さいですか。こんな感じで1階層ずつコピペで作るのは一応できるよ。こちらの角部屋の方は専用バルコニーがついてきます。ビル風すごいので立ち入りは禁止です。おい。お次は正面エントランスとなる螺旋階段。ちゃんと上り下りできるように作り込まないとな。ラストスパートじゃあ。白霊レイム、渾身の石材連だ。屋上が遠い。ガンガだいぶ形になってきた。あと少し埋めれば側面は完成だぜ。胸壁を後ろ前逆に設置し屋根間を演出。真ん中には屋上庭園。屋根はポイントをケチってるため未だ未開放。あと庭園って草生えとらんがな。石庭です。その場のノリで適当な言い訳すな。さあ声援。余った石材で熱海城の壁を階段式胸壁に改修。景観の邪魔なので敵の攻めてこない場所に放棄。足場先輩、そこにいられるとタワマンがちっちゃく見えちゃうんで。はっはっは、でっけえ男ですまんな。こらこら。余った木材は熱海城でトゲトゲになりました。一度も波が来てないのに無駄に強固になってんな。これ見てタワマン、完成だー。
それっぽいのができたな。まあ10階建てだから本当は低層マンションだけどね。おい。エレベーターもない世界だし、これ以上高くしても住みにくそう。ここの住民はふくらはぎがガンダムみたいになってそう。屋上庭園からの景色は絶景。セレブにのみ許される贅沢だぜ。そうだこの屋上の櫓みたいなところに旗設置しとこっと。ここは使う機会はないだろうけど、かなりの広範囲攻撃できるぜ。砦が突破されたらセレブが優雅に撃退します。タワマンも完成して本格的に石材の需要がなくなったので、途中だった熱海城の胸壁工事を仕上げちゃいましょ。ここも攻められることはないが硬さだけは超一流。でこんなところで夕方となり波のお時間。場所は箱根関所と月指砦と荒井関所、薄井関所は今夜はお休み。タワマンを建設するほどの映画を極めた我らに恐れる敵はなーし、今夜も優雅に美しくムマどもを蹴散らすのだー。ムマハンティングは紳士のたしなみ、華麗なる弓術を皆で競い合うのだ。はっはっは無様な力も虫、高みから見下ろしてやれー。セレブの意向にひれ伏すのだー。今夜は三つ星シェフによる新鮮な肝肉のフルコースをご賞味あれ。今夜の荒井関所もいい感じに戦えてるようだな。ちゃんと中央に誘導できてるし安定の袋叩きだぜ。あれママ労働災害発生です。なんてこった。どうやら前回も攻撃されて破損してたのに、気づかず未修理だったくさいな。修理忘れちゃった。ごめんちゃい。後でご遺族の前で焼き土下座な。そんな箱根関所も不備がないかと確認。ここは今回も安定した戦果を上げてるな。やらかした荒井関所もあと2、3回マイナーチェンジを重ねれば、ここくらいの安定した拠点になるかな。だな。お休みの薄い関所。ユニットの移動が面倒で常に待機態勢です。労災事故はあったものの基本はもう余裕。今後はこれを毎夜繰り返すだけになるかな。最高難易度エクストリームの世界だけど楽勝だし、ある程度やり尽くした感が出てきたぜ。はい殲滅完了。第54の波も、あったどー。なお今回の波では4名の方がお亡くなりになりました。しれっと結構やられてたな。当社の運営する荒井関所での災害事故で、お亡くなりになった従業員に哀悼の意を捧げるとともに、再発防止策を講じ、軍事力アップをし、さらなる防衛力の強化をさせていただきます。兵がマックスの70名になった。事故現場は胸壁と旗で破損が見にくい箇所だったので、壁を1列追加で建設しました。安全確認、了し。ベテランバイト戦士よ、新人が来たら事故らないよう指導を頼むぞ。胸の勲章がベテランの証、ステータスがちょびっと高い。ベテランも育ったし人員も増えたし、今まで過酷な労働に耐えたイリスちゃんには休暇をあげよう。日夜を問わず働き続けたイリスちゃんには、ご褒美にタワマン最上階に住む権利をやるぜ。何日ぶりの帰宅だろう。朝日が眩しい。55日目にて初の帰宅。新居の階段がきつすぎなけ。途中で窓から外でも眺めて休憩しながら登ってね。やったー。素敵な屋上庭園を独り占め。私もセレブの仲間入りだ。ここからうちの小屋が見えるの実績を解除しました。こうして社畜として頑張り続けたイリスちゃんは、最上階に住みセレブとして暮らしていったとさ。ではある程度いい感じの区切りがついたのでカタクリズムは一旦ここまで。本当は100の波か、耐えきれなくなるまでやるつもりだったんだけど、別ゲーのゲームキーもらえそうなので。おい。まあ防衛も完成してあとは似たような防衛の繰り返しになりそうだったし、いい機会かもな。気が向いたら一気に、そして100回目の波が押し寄せ。とか動画にするかも。それか大型アップできたら再開とかでもいいかもな。です。そんなわけでこの動画の続きが気になる方は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今後も視聴希望の方は、お見逃しのないよう、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。